初めてコストコに行くと正直かなり戸惑います。実際我が家も最初は冷凍庫に入らない、思ったよりも高額になった、食べきれないと失敗だらけでした。でも事前に少しだけ知っておくだけでコストコは何倍も快適に楽しめます。今回は初めてコストコに行く方が失敗しないために行く前に知っておきたいことや店内の回り方、フードコートの楽しみ方まで分かりやすくまとめました。ぜひ最後までチェックしてみてください。それでは動画スタート。まず最初にコストコへ行く前にやっておいた方がいいこと。一つ目は冷蔵庫と冷凍庫の空きスペースの確認。これ本当に重要です。コストコ初心者がやりがちな失敗の一つが安いからと買い込んだ結果、家に帰ったら冷凍庫に入らないというパターンです。特に冷凍食品やお肉、お惣菜系はサイズ感が普通のスーパーとは全然違います。我が家も最初の頃冷凍庫に入りきらず、帰宅後すぐに冷凍庫の整理大会が始まりました。なので行く前に冷蔵庫、冷凍庫の中身を整理しておくのがおすすめです。続いて2つ目、支払い方法の確認です。実はコストコ、使える支払い方法が限られています。レジまで行ってからこのカード使えないんですかと焦る方も少なくありません。支払い方法は現金、コストコプリペイドカード、クレジットカードの3種類、そしてクレジットカードはマスターカードのみ対応です。普段現金を持ち歩かない方は事前に確認しておいた方が安心です。ちなみに現金が足りなくなったらどうするのと思う方もいるかもしれませんが、レジ近くには ATM が設置されているのでその点は安心してください。そして3つ目、保冷バッグと保冷剤の準備です。特に夏場は重要。コストコの商品は大きいサイズが多いので普通のエコバッグでは入りきらないこともあります。さらにお肉や冷凍食品を購入するなら保冷バッグはほぼ必須。大きめの保冷バッグを持っていない方はコストコでも購入できます。ただし冷やした保冷剤は販売されていないのでその点は要注意です。店舗によっては有料でドライアイスを購入できる場合もあるので事前に確認しておくと安心です。そして4つ目、小分け用のラップや保存袋の準備。コストコの商品を一度に食べきる、これは多くの家庭ではなかなか難しいです。むしろ小分けして冷凍保存するところまでがコストコと言ってもいいくらい。お肉は 1kg を超える商品も珍しくありません。我が家の帰宅後は小分け作業が恒例行事になっています。なのでラップや保存袋の在庫確認も忘れずにしておきましょう。ということでまずはコストコに行く前にやっておきたいことを紹介しました。続いて実際に買い物へ行くタイミングについてです。ここも意外と大事です。コストコの土日は想像以上に混みます。時間帯によっては駐車場へ入るまでに渋滞、店内ではカート同士がすれ違えないほど混雑することもあります。初めて行く方におすすめなのは断然平日です。平日なら店内も比較的ゆっくり見て回れますし、試食やフードコートも楽しみやすくなります。そしてもう一つ、おすすめは開店時間の少し前に到着すること。実はコストコ、店舗によっては予定より早くオープンすることがあります。我が家も混雑を避けるために少し早めに到着することが多いのですが、かなり快適です。初めての方にもおすすめです。続いてコストコ到着後についてお話ししていきます。初めての方はここが結構重要です。まず到着して最初に向かうのは入り口ではありません。出口側にあるメンバーシップカウンターです。出口から入るのと思うかもしれませんが、初めて会員登録をする場合、まずここで手続きを行います。ここで迷うのが通常会員とエグゼクティブ会員のどちらを選ぶか。個人的にはまず通常会員から始めれば十分だと思います。コストコの商品は大容量なので私たちの生活スタイルに合うかどうかまず試してみることが大切です。利用頻度が増えてきたり年間の購入額が多くなってきたら後からエグゼクティブ会員へ変更することもできます。
ちなみに我が家も最初は通常会員でした。実際に利用してみてこれはお得だなと感じたのでエグゼクティブ会員へ変更しています。コストコ会員について詳しく知りたい方はこちらの動画も参考にしてみてください。さて、会員登録が終わったらいよいよ店内へ。ここで初めての方がまず驚くのがカートの大きさです。本当に大きいです。最初はこんなに大きいカート必要と思うんですが、買い物が終わる頃には意外と埋まってます。そして店内に入るとまず目に入ってくるのが大型家電コーナー。巨大なテレビや冷蔵庫が並んでいて、まるで家電量販店のような雰囲気です。そしてその先にはセール商品のコーナー。実はここがかなり重要です。期間限定の割引商品が集まっているので、まず最初にチェックするのがおすすめです。我が家も今日これ買う予定じゃなかったのにという商品を見つけてしまうことがあります。続いてパンコーナー。コストコといえばディナーロールを思い浮かべる方も多いと思います。ただここで初めての方には知っておいてほしいことがあります。コストコの商品は量が多いですが、冷凍保存できる商品がかなり多いということ。パンも小分けして冷凍しておけば意外と最後まで美味しく食べきれます。続いてお肉コーナー。ここは初めて行くと驚くと思います。スーパーでは見かけないサイズのお肉が並んでいて、見ているだけで楽しいです。ただし安いからといって勢いで買いすぎるのは危険。帰宅後の小分け作業が待っています。そしてコストコといえば忘れていけないのが試食です。初めて行く方は驚くかもしれませんが、コストコでは店内のあちこちで試食が行われています。実際に食べてから購入を検討できるので、気になっていたけど味がわからないという商品でも挑戦しやすいです。我が家も試食がきっかけで購入し、そのままリピート商品になったものがたくさんあります。ただし土日や混雑時は試食コーナーにも行列ができることがあります。また人気商品は試食が始まると人が集まりやすいので、周りの方の通行の邪魔にならないように気をつけながら楽しんでいます。ちなみに試食は毎回同じ商品ではありません。行くタイミングによっては内容が変わるので、今日はどんな試食があるのかなというのもコストコの楽しみの一つです。店内説明に戻ります。続いてお惣菜コーナー。初めての方が一番テンション上がる場所かもしれません。大容量のお寿司、大きなピザ、丸ごとのロティサリーチキン、とにかく迫力があります。ただここで初心者あるある、これなら食べきれるでしょうと思って買う、そして食べきれない。我が家も何度か経験しています。人数に合わせて購入することをおすすめします。続いて冷凍コーナー。オイコスや冷凍餃子など人気商品が並んでいます。魅力的な商品ばかりですが、ここで思い出してください。家の冷蔵庫と冷凍庫の容量には限界があります。最後まで冷静に判断しましょう。そしてお菓子コーナー。ここは危険地帯です。巨大なお菓子や海外のお菓子がたくさん並んでいて、大人でもワクワクしてしまいます。気づいたらカートに入っていたなんてこともよくあります。続いて初めての方が意外と戸惑うレジについてです。レジ前に来たら商品をレーンの上へ乗せていきます。ただしお米や飲料、大型商品などはカートに乗せたままで大丈夫です。商品を乗せ終わったらレーンの横に置いてある仕切り棒で区切ります。ここが普通のスーパーとは違うところなので心づもりしておきましょう。ここでもう一つ要注意なのが、商品をスキャンしてもらう前にメンバーズカードのスキャンがあります。レジのスタッフさんが読み込んでくれるので、ここも準備しておきましょう。買い物が終わればお待ちかねのフードコート。実はここを楽しみにしている方も多いです。ホットドッグやピザなどコストコならではの人気メニューがたくさんあります。ただし土日やお昼時はかなり混雑しています。できれば買い物前後の混雑状況を見ながら利用するのがおすすめです。買い物、フードコートを楽しんだら出口へ向かいますが、ここでレシートチェックがあります。初めての方は何か間違えたかなと不安になるかもしれませんが、これはコストコでは普通の流れです。
購入した商品とレシートを確認しているだけなので安心してください。出口に行く前にレシートの準備をお忘れなく。ということで今回は初めてコストコに行く方向けに事前準備から店内の回り方、そして初めての方がやりがちな失敗まで紹介しました。最初は戸惑うことも多いですが、一度流れを覚えてしまえば本当に楽しい場所です。この動画がこれから初めて行く方の参考になると嬉しいです。もし他にも気になることがあればぜひコメント欄で教えてください。今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。